江別市からこんにちは。江別といえば、そう、アミューズメントではなくレンガです。実は江別、明治時代から続く街道屈指のレンガの町なんです。そしてこのレンガの歴史をたどっていくと、江別の食にも深くつながっていることが分かってきます。ということで今回はそんな江別の絶品グルメをドーンと紹介していきます。今回のキーワードはレンガ、小麦、酪農。この3つをキーワードに江別をグルメ中心に食べ歩きながら、ちょっとだけ歴史も紐解いていきたいと思います。江別って何があるの？そんな方にもなるほど、これは食べてみたいと思ってもらえる江別の魅力をたっぷり探していきますよ。それでは早速スタートです。さあ、記念すべき1軒目にやってきたのは国道12号線沿い、のっぽろにある創業明治34年の超老舗山佐レンガ餅本舗です。見てください、この建物。お店そのものに立派なレンガが使われていて雰囲気抜群ですよね。そしてここでいただくのが江別を代表する名物、レンガ餅。でもちょっと待ってください。レンガの漢字よーく見てみると、レンガじゃなくてレンガなんです。実はこの名前、その昔レンガはそのままじゃ食べられないけれど化けさせれば美味しく食べられるという、なんとも粋な発想から名付けられたそうなんです。しかもこのレンガ餅、詩人石川啄木の作品にも登場するほど長い歴史を持つお菓子なんです。お餅は弾力がありながらも滑らかで、中のこしあんも上品な甘さ。しかも保存料や添加物を使っていないため、賞味期限はなんと当日。だからこそこのもちもち感を味わえるのは、まさに今ここで食べるからこそ。江別のレンガの歴史がそのままレンガ餅という名物になっているんですね。100年以上にわたって受け継がれてきた江別の歴史と職人さんのこだわりが詰まったレンガ餅。江別に来たらまず食べてほしい歴史スイーツです。他にもいろいろな商品が並んでいますよ。さて、次に向かうのは江別を代表するもう一つのキーワード、小麦です。それでは次のスポットへ向かいましょう。 JR のっぽろ駅の周辺にやってきました。駅舎や周りの建物をよく見てみると、ここにもレンガがおしゃれに使われていますね。そもそもなぜ江別ではこれほどレンガ産業が発達したのでしょうか。実はこののっぽろの土地、のっぽろ粘土と言われる粘土質の土に覆われているんです。つまりレンガを作るための原料がここには豊富にあったというわけです。江別でレンガを探しながら巡ると楽しさが増しますよ。続いてやってきたのはのっぽろ駅からすぐ、地元でも大人気のパン屋さん、ほっぺパンです。かわいいほっぺちゃんのイラストが目印ですよ。ここで味わえるのが江別産や北海道産の小麦を 100% 使ったパン。中でも人気なのがこちらのコッペパン。なんと自分の好きな具材を選んでその場で挟んでもらえるんです。例えばコッペパンが90円、ここに生クリーム80円をトッピングして合計170円。しかも30種類以上のトッピングから選べるので、自分好みのコッペパンを作ることができます。江別の小麦って噛めば噛むほど香りと甘みが広がる感じがして美味しいんです。まさにほっぺが落ちる美味しさでした。さて、ここでちょっと動画のテーマから脱線しちゃいますが、のっぽろ駅周辺に来たらどうしても紹介しておきたかった個人推しグルメがあるんです。それがこちら、
鳥製のっぽろ店。鳥製チェーンといえば十勝中札内の若鶏を使った帯広十勝エリアでは有名なソウルフードですよね。実は同王エリアで鳥製の味を楽しめる店はかなり限られているんです。そんな私の大好きな鳥製がここのっぽろで食べられる、これは個人的にもかなり嬉しいポイントです。そして鳥製のこだわりといえば、原料のお肉を一切冷凍せずに仕入れていること。だからお肉がとにかく柔らかくてジューシー、炭火で香ばしく焼き上げた炭火焼きも、サクッとした衣の唐揚げも、一度食べるともう止まりません。のっぽろ駅からも徒歩圏内なので、のっぽろで食事をするならぜひチェックしてみてください。そしてもう一軒、同じくのっぽろエリアにある中華料理東華さんです。2024年にオープンしたこちらのお店は、綺麗で落ち着いた雰囲気の店内で本格的な中華料理をリーズナブルに楽しめます。今回いただくのはランチメニューの A セット。担々麺とミニ麻婆丼がセットになっていて1100円です。まずは担々麺。香ばしいごまの風味が口いっぱいに広がります。クリーミーでコクのあるスープですが、後味は意外とすっきり。程よい辛さも加わって、これは癖になります。つるっとした歯切れの良い麺に、旨味たっぷりのひき肉とスープが絡んで箸が止まりません。そしてこちらがミニ麻婆丼。一口食べるとひき肉の旨味とスパイスの香りが一気に広がります。ピリッとしたシビ辛と深いコク、これがご飯と合わないわけがありません。ミニとはいえしっかり満足できるボリュームなのも嬉しいですね。担々麺と麻婆丼を一度に楽しめて1100円。本格的な中華をお得に楽しめる大満足のランチでした。のっぽろにはこんな魅力的なお店がいっぱいあるんです。さて今回はちょっと寄り道しましたが、そろそろ本題に戻りましょう。ここまででレンガと小麦を見てきました。残るキーワードは酪農。次は江別のもう一つの食の魅力を探しに行きましょう。やってきたのは篠津エリアにある大人気のドライブスポット、町村農場ミルクガーデンです。広大な敷地の中に佇む赤い牛舎とサイロ、なんだか絵になりますよね。そしてこの町村農場、実は創業はなんと1917年、今から100年以上も前なんです。北海道の近代酪農を支えてきた超老舗なんですね。創業者の町村弘隆さんはアメリカで酪農を学び、その技術を北海道へ持ち帰りました。そしてここ江別の地で大切にしてきたのが土作り、草作り、牛作り、この3つにこだわりながら本物の美味しさを追求してきたんです。こう考えると、ここ町村農場はまさに江別の酪農の歴史を今に伝える場所と言えますよね。さて、そんな歴史のある町村農場に来たら食べたかったのが町村ドーナツ。農場の新鮮なミルクと道産小麦を使ったふわふわもちもちの人気商品です。ところが売り切れ。いやー残念。大人気で午後には売り切れてしまうこともあるそうなんです。まさに幻のドーナツ。今回は無念の売り切れです。でもまだ終わりじゃありません。町村農場にはもう一つ絶対に外せない看板メニューがあります。それがこちら、ソフトクリーム。農場のミルクプラントから直送される新鮮な生乳を使ったソフトクリームです。では、いただきます。濃厚。ミルクの豊かなコクがしっかり感じられるのに、後味はすっきり。これは美味しい。さっぱり系の
ミルクソフトの美味しさです。牧場直営だからこそ味わえる新鮮なミルクの美味しさですね。今回は残念ながら町村ドーナツには出会えませんでしたが、これは次回リベンジ決定です。広大な風景を眺めながら味わうソフトクリーム、そしてその背景にある100年以上の酪農の歴史。江別に来たらぜひ立ち寄ってほしい酪農スポットです。さて、江別の魅力はまだまだこんなものではありません。ここからはもう少し江別の街を巡りながら、こんなものまであるのという江別グルメを探しに行きたいと思います。さて、続いてはお楽しみのお買い物お土産スポット。江別には自分用にはもちろん北海道土産にもぴったりの名物が買えるお店がたくさんあるんです。まずやってきたのが本場の製法にこだわったハムやソーセージでおなじみのトンデンファーム。創業以来原料肉の旨味を最大限に引き出すことにこだわり続けている江別を代表する人気ブランドです。直営ショップにはこの他にもハムやソーセージ、ベーコンなどがずらり。お買い得なセットや限定商品も並んでいるので、これは目移りしますね。自分用にするかお土産にするか悩む時間まで楽しいお店です。そしてトンデンファームは買い物だけじゃありません。敷地内には動物たちも暮らしていて、家族連れやドライブの立ち寄りスポットとしても大人気なんです。江別に来たらぜひチェックしておきたいお土産スポットです。さて、せっかく江別まで来たらまだまだ立ち寄りたい場所があります。続いてやってきたのは江別のレンガの歴史と現在の食が交差する注目スポット、エブリです。見てください、この迫力。外観はもちろん館内にも赤いレンガがたっぷり使われていて、独特の雰囲気がありますよね。実はこの建物、昭和26年1951年に建てられた旧飛騨製陶工場。かつて実際にレンガなどを製造していた工場なんです。ここで作られたレンガは江別だけでなく北海道の街づくりにも使われてきました。そんな歴史のある工場をリノベーションして生まれたのが現在のエブリなんです。ちなみにこの名前にも秘密があって、江別とブリック、この2つの言葉を組み合わせてエブリと名付けられたそうです。まさに江別とレンガを象徴する名前ですよね。そして中に入ってみると、江別産のこだわり食材や特産品をはじめ、おしゃれなショップやグルメがずらり。江別の美味しいものが集まったまさに食の発信基地です。いつものグルメもちょっと特別に感じますよね。かつてレンガを作っていた工場が今では人々が集まり、買い物をしたり食事を楽しんだりする場所へ。レンガの町江別の歴史を残しながら今の江別の食を楽しめる、それがエブリの面白いところなんです。江別を訪れたらぜひ立ち寄ってみてほしいスポットです。さて、続いて向かったのは江別のキーワード、小麦の魅力をこれでもかと体感できる注目スポット、夢力テラスです。夢力といえば超強力なコシともちもち感が特徴の北海道が誇る小麦の品種ですよね。実はここ、地元農業のプロ JA 道央とパン作りの大手パスコがタッグを組んで誕生したまさに食と農のコラボ拠点なんです。そんな夢力テラスの中に入ってみると、地元のっぽろの農家さんが大切に育てた新鮮な野菜がずらりと並ぶのっぽろ野菜直売所と、香ばしいパンの香りに包まれたパスコ夢パン工房が広がっています。江別の食の魅力が凝縮された空間です。今回のお目当てはもちろん
焼きたてのパン。店内には江別産を中心とした夢力をふんだんに使ったパンがぎっしり。見てください、この焼き上がり。人気の角食や焼きたてパンは信じられないくらい超もっちもち。噛むほどに甘みと小麦本来の香りが鼻を抜けて幸せすぎます。直売所でゲットした新鮮な地場産野菜と一緒に味わえば、まさに江別の恵みを丸ごと味わう贅沢ランチの完成です。江別の土地が育んだ最高峰の小麦、夢力。美味しいパンが食べたい、江別の美味しい食材に出会いたいと思ったら絶対に訪れてほしい最高のドライブスポットです。さて今回はレンガ、小麦、酪農、この3つのキーワードで江別を巡ってきましたが、いかがでしたか？レンガ餅にパン、ソフトクリーム、そして美味しいお肉まで、こうして食べ歩いてみると、江別って実は知れば知るほど奥が深いグルメな街なんですよね。そして今回何度も目にしてきた江別のレンガ。実はこのレンガ、江別の街だけではなく北海道全体の開拓と発展を陰ながら支えてきた存在だったんです。その代表ともいえるのが札幌にあるこちら、北海道庁旧本庁舎、通称赤レンガ庁舎です。明治時代以降、北海道の開拓が進む中で耐久性のある建築材料としてレンガが使われ、江別もその一大生産地として発展していきました。つまり北海道を代表するあの赤レンガの風景、その背景には江別の土と、そこからレンガを作り上げてきた職人さんたちの技術があったんですね。そう考えると、これから北海道を旅するとき、街で見かけるレンガの建物や倉庫を見て、このレンガも江別とつながっているのかななんてちょっと想像してみたくなりませんか？今まで何気なく見てきたレンガの建物にも、そこに至るまでの歴史がある。そんなことを知るだけで、いつもの北海道旅行がちょっとだけ奥深く、もっと楽しくなる気がします。美味しいものを食べながら北海道の歴史にも触れられる街、江別。札幌からも気軽に足を伸ばせるので、皆さんもぜひ一度お腹を空かせて江別に遊びに来てみてください。今回の動画が面白かった、江別に行ってみたいと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。